露天風呂行ってみたいと思いますけれども、露天風呂もすごく雰囲気いいですよね。うまそうです。こちらが朝食ですね。すごい蔵王のお釜の形をしてる。皆さんこんにちは。今回は宮城県青根温泉にある寒山朝月をご紹介します。寒山朝月は参詣の宿龍泉という旅館の別邸で、全7室が温泉露天風呂付きという贅沢な宿です。今回宿泊した五石というお部屋、食事とともに特にお風呂をたっぷりとご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について、館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉を重視しており、露天風呂付きの客室や貸し切り風呂でなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見ていただければ宿の全体が分かるように構成していますので、ぜひ皆さんのホテル選びの参考にしていただけると嬉しいです。寒山朝月に到着しました。まずは概要をご紹介します。青根温泉は蔵王連峰の東側に広がる温泉街です。本館にあたる参詣の宿龍泉。龍泉は全16室で和室中心の宿となっています。寒山朝月の宿泊者は龍泉の温泉をすべて利用できます。こちら側に見える塔が龍泉別邸寒山朝月です。エントランスは龍泉も寒山朝月も共通となっており、本館龍泉側から入ります。寒山朝月と書かれています。フロントとその脇に売店があります。こじんまりした売店になっており、お菓子類や工芸品などが売られています。売れ筋の1位は黒ごまごぼう、2位は牛タン風ポテトチップスのようでした。フロント前には浴衣のレンタルコーナーがありました。フロント前のラウンジのようなスペースです。はい、ありがとうございます。それでは検温ですね。はい。手首でお願いいたします。どうぞ。寒山朝月の宿泊者はラウンジで座ってチェックインとなります。こちらでございますが、本日のご夕食の献立表でございまして、内線のお電話、こちら LINE をご登録いただいてのお電話か、もしくは外線電話にて承ってますので、こちらの方でお願いいたします。はい、じゃあ食事はここで6時半と8時半でしたよね。はい、なるほど。男性の露天風呂はじゃあ一回こう出てこう行くんですか。まず浴衣になりますね。わかりました。女性の方はこのようにつながっております。はい。ラウンジはあれですかね、飲み物とかは。はい、生ビールでしたり、あとはコーヒーなどご用意がございますので、お部屋の鍵とお渡しさせていただきますので。寒山朝月の入り口です。龍泉から寒山朝月へ入るにはカードキーが必要です。寒山朝月へ行くにはこちらの階段を上る必要があります。腰掛け式の簡易なエレベーターはありますが、足の不自由な方や高齢の方は少々大変かもしれません。はい、それでは今回泊まりますこちらの五石
というお部屋ですね。鍵はねこんな感じになってまして、こちらの寒山潮月に入ってくるときにね必要なカードキーと、一緒になっているという感じですね。じゃあ入ってみたいと思います。でお部屋ですけれども、基本的にはねもうリビングスペース、ベッドスペースが玄関に入るとねもうこんな感じで開放的になってまして、全体がこんな感じで見渡せるようなそんな感じのお部屋になってますよね。こちらにね靴置きがあるんですけれども、靴置きの脇にはねこんな感じで靴のケアセットといいますか、そういうのも置かれてますね。スリッパはねご医師専用のスリッパということで、自分のスリッパが分かりやすくていいですよね。で下には畳があって、琉球畳のようなちょっと小さめのね正方形の畳が敷かれてます。じゃあまず奥の方まで行ってみたいと思います。お部屋からはこんな感じの景色が見えますね。ちょっと外に行ってみますね。で外にはねデッキといいますか広縁のようなデッキがありまして、で外の景色はこんな感じになります。本来であればといいますか、晴れていればね蔵王連峰といいますかそちらの山が見えそうな感じには見えるんですけど、今日はちょっとね曇ってて、雨がちょっと小雨が降ってますんで残念ながら景色見えないんですよね。それでこちらを見るとこんな感じで露天風呂がねもう見えてます。これは後でねまたご紹介したいと思いますけれども、一応ねリビングのお部屋からこんな感じで内風呂といいますか半露天のお風呂見えるんですけれども、こちらはねこんな感じでもちろん仕切ることができますので、こうすれば見えないというふうになります。露天に関してはねこちらから一応見えるんですが、ここに関しても一応ここに仕切りがありますので、閉じようと思えば閉じることができるということになってますね。改めてお部屋を見てみますとこんな感じのお部屋になっています。お部屋は全体で40平米ですね。奥の方にねちょっと小上がりのようになってますけれども、フローリングのスペースがあってベッドが2つ置かれてて、手前側こちら側には7畳から8畳程度のね広さの和のスペースがあるという感じになってますね。でこちらにはね、テレビがあって、この辺りにはポットとかね DVD とか置かれてますけれども、ここに冷蔵庫がねありまして、ちょっとびっくりしたんですが冷蔵庫の中にこういうのが入ってるんですね。これね開けてみるとね、なんと抹茶のお団子、それからショコラのケーキといいますかね、そういったスイーツがね入ってました。あとこちらはね冷えたコップということになってます。でこちらにはねお茶を飲めるセットがあって、ちょっとこのカップも変わってますよね。なんとここには充電器が置かれてました。でこちらには、セーフティーボックスといいますか金庫があって、テレビは小さめのテレビにはなってますけれども、でこちら側にはテーブルと、座椅子といいますか椅子が2脚ありますね。で今僕らがいるお部屋、玄関からこう入ってきて、こちらが食事処で、途中に大浴場がありまして、でここでね寒山潮月の入り口があるんですね。でこちらでカードキーをかざして入ってくるということになります。でラウンジがありますけれども、これは後でねお見せしたいと思いますが、僕らのお部屋はこの一番手前側の5石っていうお部屋になってます。一応ねお部屋はどの部屋も40平米あるみたいですけれども、この5石と元磯に関しては露天風呂と半露天の2つのお風呂がついてるお部屋で、他の5部屋ですね、他の5部屋は半露天のお風呂がついてると。でいずれも温泉がついてるということですね。あとはねお部屋の中に電話がないんですよね。でこの LINE の QR コードを読んで LINE 電話をするということになってました。ちょっと変わってますよね。それから貸し切り風呂、こちらについてますけれども、青根の湯という貸し切り風呂ですけれども、こちらに関しては予約は不要で30分以内であれば空いていればいつでも使えるということになってました。
それからお部屋でね Wi-Fi を使うことができて、しかも速度もね 77Mbps あって十分なスピードありますよね。これなかなか嬉しいですよね。でこちら側のベッドスペースですけれども、ここはねちょっとこう座ったりできるような、そういう感じ、ちょっとおしゃれな感じのねスペースになってまして、でベッドといいますか、下にマットレスを敷いたような、そんな感じの布団になってますよね。でもこのベッドスローなんかもね結構おしゃれな感じのね、セミダブルぐらいの大きさのね、ベッドといいますか、布団になってて、パワースポットといいますか、そういった感じの絵になってる、富士山でしょうかね、そういった感じの絵が飾られてます。あとはねこちら側なんだろうなと思って見てたんですけども、これ開けてみるとね、クローゼットみたいになってまして、ここに足袋とかね、それから浴衣、それから大浴場に持っていけるようなカゴが置いてましたね。あとはこちらに陣羽織があって、ここにハンガーがねあります。でこちらから見るとこんな感じになってますね。お部屋の広さとしてはね、家族3人4人ぐらいであれば十分なのかなという感じの広さになってますよね。そしてこちらに行きますと、こんな感じで洗面があります。比較的シンプルな感じですが、こんな感じのシンクがあって、こちらにハンドソープで、この辺りのね、化粧品といいますか、男性女性の化粧品はポーラのものを使ってるみたいですね。アメニティに関してはね、こういったタオルとフェイスタオルと、ひげ剃り歯ブラシ、一般的な感じですよね。綿棒とかね、そういうのも入ってますけれども、子供用のねアメニティはちょっと別になってまして、こんな感じの、タオルと歯ブラシが入ってるだけという感じになってます。それからドライヤーはね、ダイソンのドライヤーですね、それが使われてますね。で下にはバスタオルがあります。こちらにトイレがありますけれども、トイレはねこんな感じになってまして、普通のね一般的なトイレですね。ウォシュレットもついてて、でこちらはね女性用の生理用品が置かれてました。さてそれでお楽しみのお風呂ですけれども、こちらからね行ってみたいと思います。でまずこれお風呂の前にねこういったシャワールームがありました。1人用のねシャワールームがあって、シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーと、あとこれよく温泉なんかに置いてある石鹸とかね、そういうやつですかね。でこちらからまずは半露天の内風呂ということになります。奥には露天風呂があるということになってます。一応半露天ということになってますけれども、結構窓を開けると開放的な感じになるのかなという感じに見えますよね。非常に綺麗な感じの石のお風呂で、お湯はね無色透明になってますけれども、とても綺麗な感じのねお風呂になってますね。こちらはね後で入ってみたいと思います。それから露天風呂行ってみたいと思いますけれども、露天風呂もすごく雰囲気いいですよね。こんな感じになってて、一応ね上に屋根はかかってますけれども、十分に開放的なねお風呂で、今日みたいにね雨が降ってる時でも全然問題なく入れそうな感じのねお風呂になってますよね。周りもねこんな感じで露天風呂のあるお部屋がありますから、押し切りがあって見えないようにはなってますから、この辺のね野原といいますか、外にはあんまりね出ていかない方がいいのかなというふうに思いますね。でお風呂ですけれども、石をねこうくり抜いた感じのねお風呂になってて、とても雰囲気がいいですよね。大きさはそれほどでもないようですけれども、 100% かけ流しの源泉が出てきて、非常に雰囲気がいい感じのお風呂になってますね。こちらについてもね後で入ってみたいと思います。はい、それではお部屋の露天風呂入ってみたいと思います。これはね浅くて、1人入るとねいっぱいかなという感じのね、ちょっと小さめのお風呂ではありますけれども、なかなかね雰囲気いいですね。これはね、ここにちょっと段がありますけれども、石をこんな感じでくり抜いてね作ったようなお風呂で、意外にね温度もちょうどよくて、とてもいい感じのお風呂になってますね。お湯はね
源泉 100% かけ流しということで、弱アルカリのね単純泉、中性に近い感じなのであまり特徴のないお湯ではあるんですけれども、屋根はね一応全面にかかってますので、今日みたいなね雨の日でも十分に入れるという感じのお風呂になってますね。景色も結構いいんですよ。でこれだけのね雰囲気のいいお風呂にお部屋で入れるというのは、これはなかなか贅沢な感じがしますよね。はい、それではこちらの、内湯といいますかね、半露天風呂ということになっているお風呂に入ってみたいと思います。今ねここの窓を開けてるんですけれども、一応ね半露天ということにはなってますが、遠くまで景色が見えて結構十分にね露天と言っていいような、そんな感じのお風呂になってますよね。すぐそこにねこのお部屋のもう一つの売りであります露天風呂がありますけども、そちらの方が開放感はありますが、こちらも十分な開放感があるのかなというふうに思いますね。中はタイル張りになってて、上には石がね置かれてるような、そういう感じのね湯船になってますよね。湯船はね結構狭くて、大人1人やっと入れるかなっていうぐらいで、なかなかねちょっと足を伸ばせないような、そんな感じの湯船になってて、一部こんな感じで半身浴といいますか、足湯をしたりとかね、そういうことができるようなお湯はね、こちらの寒山潮月龍泉とね同じお湯で、弱アルカリの単純泉ということで、基本的にはね pH7.4 ですのであまり特徴はないんですけれども、若干ツルツルするような、加水もろ過も一切なしのね、なかなか温泉らしいいい感じのお湯になってますね。ちょっと狭めのね湯船ではありますけれども、温泉をね内湯で味わえるということで、しかもこれだけのねそれなりに開放感もあるような、そういうお風呂になってますから、こちらのお風呂もなかなか素晴らしいのかなというふうに思いますね。ということで、寒山潮月のご石というお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。お部屋の手前でこんな感じで浴衣を借りることができるということで、こちらにはね男女用のでしょうかね、青とオレンジのサムエが置いてますよね。であとこれガウンですね、それから浴衣が置いてあって、ジンバ売りのようなね、おしゃれなジンバ売りのような、そういうのも置いてますね。なかなかいい感じですよね。そしてさらにこちらにはラウンジがあります。こんな感じで、外の景色を見ながらね座ることができるような、そんな感じのラウンジになってますけれども、こちらにはねおつまみが用意されてて、これはティーのセットですね。コーヒーと、そしてねビールがありますね。で夜21時までフリードリンクということで、これ嬉しいですよね。こちらにもコーヒーがあって、こちらは氷ですよね。で寒山潮月と書いてます。山を見て月に聞くというふうに書いてますね。こちらにね DVD がありますね。では今から貸切風呂に行ってみたいと思います。こちらが龍泉のね貸切風呂ということで、ちょっと行ってみたいと思います。龍泉の貸切風呂、青根の湯ですね。なんか結構すごい下に降りていきますね。なかなか面白いですねこれね。でこちらにね洗い場があって、
ちらが貸切風呂青根の湯ということになります。上にはね一応屋根はかかってますけれども、ほぼ露天のような感じになってまして、で結構ねこちらのもうほとんど外とつながってるようなそんな感じのお風呂になってますよね。でもね結構こちらの湯船といいますか岩でできたお風呂はね結構綺麗な感じになってますね。であとねそちら側に穴が開いててなんか内湯みたいになってるみたいなので、こちらはねちょっと入ってみないと分かんないので行ってみたいと思います。それでは入ってみたいと思います。3、4人はこちらの露天側にも入れるぐらいのとても広い感じのお風呂になってますよね。岩風呂ですごく雰囲気が良くて、ちょっと網がねここにかかってて多分虫がね結構来るのかなと思いますけれども、開放感もね十分ありますよね。これであればね。一番上にはね天井には屋根はかかってますけれども、基本的にはこれだけ開放感あれば十分かなというふうに思いますね。なかなかいいお風呂です。源泉が出てて、こちらのね龍泉それから寒山潮月は基本的に加水もろ過もしてなくて源泉 100% かけ流しということで、ちょっとね厚めのお湯ではありますけれどもとてもいいお湯になってますよね。でお湯自体はねほぼ中性の単純泉ということで、あまりこう特徴のあるようなそんな感じのお湯ではないんですけれども、ただやっぱりね源泉 100% かけ流しの温泉ということで、これだけの岩風呂にね入れるのはなかなか嬉しいですよね。でちょっとこちら側の洞窟のような感じのねお風呂にも行ってみたいと思いますけれども、これもなかなか雰囲気のあるお風呂ですね。全面がねこんな感じで木で囲われていて、下はねやっぱり岩でこんな感じでしっかりと囲われていて、入り口の方こういう感じで明るく照らされて小さな窓が上にあると、なかなか面白いお風呂ですよね。上にはねランプがあるので、夜の方が雰囲気がいいかもしれませんね。これだったらねなかなか面白い雰囲気のお風呂になってますね。でこちらのお風呂はね料金もかからずに空いていれば30分ほど入れるということで、とても使いやすいお風呂になってますね。こちらの寒山潮月ないしは龍泉に来ましたらぜひこちらの貸し切り風呂は入ってみるといいと思います。こちらが龍泉の大浴場ということになります。お部屋の数がねそれほど多くないので、全体の大きさとしてはそれほど大きくないお風呂になってますね。でこちらが龍泉の大浴場ということになります。10人ぐらい入れるかなというぐらいの大きさのねお風呂にはなっていますけれども、こんな感じで、入ってみるとねもういきなりお風呂がね、ガラス越しに見えますけれども、こちらが龍泉の大浴場の露天風呂陽光の湯ということになります。
着替えのスペースもねちょっと狭めにはなってますけれども、人数的には 4,5 人入ればいいのかなという感じの人数なんでしょうかね。でお風呂はこんな感じですね。やはりまあ 4,5 人あるいは5、6人入れるぐらいのお風呂のスペースということになってます。向こうにはね山が見えて、まあなかなか景色はいいですよね。はい、では今から夕食を食べに行ってきます。両方でございます。いらっしゃいませ。こちらが夕食と朝食の会場、妙合峰ですね。山の名前でしょうかね。すき焼きのお客様、手前しゃぶしゃぶのお客様になっております。はい、こっちがすき焼き。すごい、ここに名前が書いてあって、これオムライスかな？オムライスだね。ね。コロッケとエビフライとサラダ、マグロもあるね。あ、こっちにはハンバーガーあるよ。すごいね。こっちがしゃぶしゃぶですね。とこちらが前菜ですね。こちらがメニューですね。で今回のメインはね、一応2つ松茸と仙台牛から選べるということで、肉物はねすき焼きとしゃぶしゃぶということになってます。このね、これ結構おしゃれだよね。この畳のね、こちらが青根の野菜のすり流し、こんな感じで純菜が入ってるんですよね。自家製の手練りの安納芋豆腐、上にもみじの柄がねついてますね。こちらがね前菜ですね。小さいものがたくさん入ってます。これがミニ焼き芋、こちらが金華サバ寿司、これが黄金イカ、かぼちゃカステラ、これが実り揚げ、面白いですねこれね。でこちらが春菜くず柿、柿のなんかお菓子みたいな感じかなこれ。山桃ワイン煮、なんか面白い感じの、確かに桃だ。ホタテマヨ控え、お作り、これがねロブスターだって。これすごいですね。これアワビですね。アワビとロブスターとサーモンとそれからマグロで、こちらが赤イカ、見た目がすごいですねこれね。ロブスターのお作り、ちょっと珍しいですよねロブスターのお作りはね。アワビの刺身、これはサーモンですね。ひげすごいね。これが赤イカ、ハムと松茸のしゃぶしゃぶ、ハム、あ、美味しい。松茸ね。あ、すごい香りが。でこっちが A5 ランク牛のすき焼き、ね、うまそうです。これがメイン料理の一つ、A5 ランク仙台牛のすき焼き、卵に絡めていただきます。A5 仙台牛と子牛、柔らか子牛、あと松茸の鉄板焼き、これで焼きます。こちらが鉄板焼き子牛ですね。塩でいただきます。柔らかくて美味しい。こちらが A5 仙台牛ですね。おろしのタレでねいただきます。これは柔らかい。松茸は塩でいただきます。松茸は匂いがやっぱ最高ですね。うなぎは春ですね。めちゃくちゃくなっておりまして、お茶漬けのタレがありますので、じゃあ注いでお召し上がりくださいませ。焼
焼き栗飯、うなぎ茶漬け、寒山風。すごい。おにぎりだよ、おにぎり。ね。出汁が効いてるわ。これがきのこと里芋の芋煮汁。きのここれかな？あと里芋ね。普通のね仙台風とか山形風の芋煮とは違う出汁が入ってる、そういう感じの芋煮になってますね。そうでもそうでもないね。自家製の黒ごまプリン。これがドライフルーツチーズ寄せのマスカットジュレ。すごいねこれ。月見団子ミニケーキ。あ、メロンパン。夜食でメロンパンをいただきました。すごいね。昨日は雨が降っててちょっと遠く見えなかったんですけども、今はね結構遠くまで見えてて、こんな感じの景色なんですね。でこちらに露天風呂があるという感じになってます。こちらがね龍泉の3階の屋上ということで、周りが全部山なんですけども、結構すごい360度のまさにパノラマっていう感じのね景色が見えますね。では今から朝食に行ってきます。こちらが朝食ですね。すごい豪華ですよね。こちらが湯豆腐、それから納豆、たらこですね。あとは焼き鮭、大学芋ですかね。あとは卵焼きとほうれん草のおひたし、お漬物と温泉卵、サラダ、これはヨーグルトかな。あとはこの辺の煮物とかね、塩辛とかで、こちらにはね牛乳がね置いてありますね。あとはご飯、朝食もねすごいね、なんか一つ一つ説明してるのね。卵とか納豆、国産大豆使用の小粒納豆ですとか、こちらがサラダですね。焼き鮭、こちらは卵焼き、いただきます。こちらが自家製の竹豆腐。このあんがねとっても美味しいです。薄味のあんでね。こちらが水餃子、水餃子と湯豆腐ね。ちょっと水餃子って朝食には珍しいですよね。これが湯豆腐ですね。こちらが水餃子、これも美味しそうですよね。こんな感じになってます。これがデザートのヨーグルトですね。キウイとパインのヨーグルトがけ。こちらお預かりです。ご一泊ですね。お間違いございませんでしょうか。はい。お借りください。ではこちらですね。カードの方と領収書になります。ルボワールは学校の校舎を模して作られたピザ屋さんで、蔵王のオカマに似せて作ったオカマピザが有名です。学校の校舎っぽい雰囲気ですよね。職員室もありました。
ピザは店内でいただくこともできますが、持ち帰りもできます。メニューです。蔵王のおかまピザのほか、太陽の生蜂蜜ピザが有名です。今回は蔵王のおかまピザ、太陽の生蜂蜜ピザ、蔵王のおかまひき肉ゴロゴロピザを持ち帰りで購入しました。朝取りした天然生蜂蜜も売っています。テイクアウトしてきました。こちらが蔵王のおかまピザ。これ面白いのがね、この蔵王のおかまの形をしてるっていうのがね、ちょっとこっち側が盛り上がってて、そういうピザになってます。こちらも蔵王のおかまひき肉ゴロゴロデミグラスソースピザ。これもね、こっち側盛り上がってて、でデミグラスソースが乗ったひき肉ゴロゴロのピザということになってますね。でこちらが太陽の生蜂蜜ピザ。このね蜂蜜、この瓶に入った蜂蜜がね入ってて、でこんな感じの、これ太陽でしょうかね、そういうイメージのピザということになってます。